皆さんこんにちは。きなこスペシャリストのせいこです。このチャンネルはきなこ好きである私が視聴者の皆さんからデザインしてもらったきなこっぽいもの、大豆とか今日のきなこを身につけながら主にきなこに関わることを発信していく非常にレアなチャンネルです。今日はクッキングをやっていきたいと思うんですが、今日作るのはちまきです。子供の日が近いからちまきを作ってみたいと思うんですけど、ちまき皆さん食べますかね。あれはもち米とかあとお餅を笹にくるんで、それをいぐさなんかで縛ってね、で蒸したり茹でたりして食べるものなんですけれども、私は大好きなんです。で、私の地元は新潟なんですけども、三角のちまきなんですよね。あれを子供の頃に、近所のねおばさんが作ってくれてね、いろいろたくさん作るからいろんなお家に配るっていうのを食べてたって覚えがあるんですけど、今日はそれを作っていきたいと思うんですけど、今日作るのはこれです。この形ね、三角のものなんですけど、あと新潟はねこんな感じの形なんですよね。笹にさ、でいぐさ、これいい匂いするんですけど、地域によっていろんな形状とか味があることを知りました。どうやら関西の方はお菓子なのかな、もち米じゃなくてお餅にを入れるのかな。で、あとは九州の方はほらあくまきにしたりして色が違ったりしますよね。ってことでいろんなちまきがあるわけなんですけど、今日は新潟風を三角のやつを作ってみたいと思います。もうね、要領さえ覚えれば簡単だから、今日はぜひ覚えてみてください。そして何より後できなこに合わせましょうってことで始めていきます。はい、じゃあ早速作っていきます。用意するのはこちらです。ポーン、たったこの3つだけなんですけどね、シンプルなんですよ。もち米、笹、そしていぐさなんだけど、用意するのがねちょっと難しいですね。っていうのは年がら年中スーパーマーケットにある食材では確かにないので、探すのがちょっとね大変かもしれませんが、ありますから。まずはもち米、これはね手に入りやすいと思うんですけど、もち米を1日お水につけて、ちょっと柔らかくはないよ、これでいい感じになってます。で、ちなみに私の地元新潟は農協とかでねこういう笹とかこういういぐさが売ってたりとか、生えてたりするんだけど処理したものが売ってたりしますし、他の地域でも、私今東京なんですけど、富澤商店さんとかねこういうお菓子作りのセット用意してますんで、今日はそちらで買いました。いぐさなんかねこんな感じで売ってるんですよね。こんな感じでさ売ってるんですけど、200いくらだったかな感じで売ってるんですけど、たくさんねすごいいい匂いがするんですが、ちょっとお湯にくぐらせて、汚れを落としたりとか柔らかくして今日は使いますってことで、早速作っていきます。で、これ慣れるまでちょっと大変なんだけど、ゆっくりやりますから。で、絶対できるようになるから。で、包んじゃえばあとは茹でるだけで終わりですからもうクイックなんですけどね。じゃあ やりますよ。分かりやすいようにやっていきたいと思うんですけど、まず1つの、ちまきに対して笹は2枚使います。そしていぐさは1本使うんですけど、その方向を向きましょうか。まず左手に笹をこうやってね、こっちが裏こっちが表かなになるようにして、こんな感じで持ちます。わかります？で、こんな感じでねくるくるくるって巻いていくんですよ。これがね最初できない人がね多いんですって。こんな感じでね容器を作っていくんです。ここがねちょっとね尖るように。で、ここにもち米を入れていくわけなんだけど、それがこぼれないようにね、ここが穴開かないようにしてくださいね。これが大変なんだ。後でもう一回やりますからねゆっくりやりますよ。そこにもち米を適量入れていくんですけど、ほんとこぼれないくらいね、こぼれないくらい入れて、ね、これくらいわかるかな、これくらい入れてね、そして一回笹で蓋しちゃうんです。こんな感じでね、折り曲げただけね。そしたらもう一つの笹でね蓋をしてあげるんですけどね、見えます？そしたらこんな感じで、こっちが裏こっちが表です。ツルツルした方を真ん中にしてポコって蓋をしてあげますね。もう単純ですね。単純でしょ今までこれがね結構難しかったりするんです。で、蓋をしてあげたら端っこをね裏を置いて前に持ってくるね。で、こっち側も見えるかな、
裏を行ってから前に持ってくる。これでね、形はもう整えましたから、ほらちょっと身に覚えがある三角がやってきましたからね。そしたらこのいぐさで縛っていくんだけど、いぐさのね扱い方もねちょっとゆっくりやりますね。まずね、左手にこのね種を持つじゃないですか。そしたらこの辺かな、この辺でまず親指でいぐさを押さえてあげて、でこんな感じでちょっと輪っかを作るんですよ。ここら辺に輪っかを作っておくと、見えます？こんな感じね、こんな感じで持っとく。そしたら輪ゴムを縛る要領でこんな感じで輪ゴムをねこうやって縛る感じで左肩にかけてあげます。でそのまま右肩にもかけてあげるっていうね、こんな感じ、こんな感じ、見えます？見える？で下キュッてね両側から縛るんです。紐っていうかいぐさをね、こんな感じ十字になるの、見えますかね？綺麗にできましたねすごいなねえ、こんな感じよ。そしたらね、こっちからもいぐさを出してあげて、上で縛ってあげるとね、これで終わりなのよ。もうこれでキュッて縛ってあげて、これで終わりですからこれ一縛りかな。私はいつも不安だからね丸結びにしちゃうんですけど、これキュッてね、これで1個できましたから、見えましたね、見えましたかね。こんな感じでやってきますよ。これがね簡単なやり方なの。もう1個ね三角で作る方法があるんですけど、私はこれしか知りませんこれは簡単だからもう1回作りましょうね。ゆっくりやるね。はい、みんな作ってね。で笹を左手にやった、この次が本当は一番面倒なんですって。みんなねここでつまずくんだよ。どうなっちゃってんのってね。下の方をこうやってね、こうやってくるくるくるってやって容器を作るんですよ。これがみんなできないって聞きましたね。だからゆっくりご覧くださいね。でそこにもち米を入れるとね、こんなのこぼしちゃったっていいんだからさ、こんな感じで入れていきます。で、半分に折って、半分じゃないね、蓋をして、そして笹でねこぼれないように蓋をしてあげる。やりながら伝えながら、なかなか大変ですね。これ本当一人でやるもんじゃないよねで裏行って前、で裏行って前ですよね。こんな感じで三角を作っていきますとね、表が良ければ全てよしということで、そして、いぐさを、当ててあげて輪っかを作ってあげます。でくるんくるん、これね慣れないと分かんないんですよ本当に。で縛るね、十字ができましたとね、キュッキュしてあげてね。そしたら後ろの方で上の方か縛ってあげる。これを繰り返します簡単だな、簡単なんですよ、慣れればね。毎年やりたいし、もう毎月やりたいよこれ。いいですね。ってことでこんな感じでさ、どうよ。私もプロフェッショナルじゃありませんけど、伝えていきたいんですよね、こういう味とか作業をってことで今日は残してみました。じゃあ残り縛って茹でまーす。こういう味は伝えていきたいと思いますよね。ってことでできてきましたね。もうすぐだわ。いぐさ余っちゃったな。なんか使えるかな、ちょっと考えてみますね。ということでちょっといぐさが切れちゃったりとかしますけど、ちょっとさ、だから余分に用意してくださいねそうちょっとね、何事も余分に用意しておいた方がいいですから。あともしできればね、誰かとやった方が楽しいからこれはね。ということでいい感じいい感じ。もうね、いぐさも個体差ありますから、細いのもあるし太いのもあったりして、それがいいんだよね。
このいぐさはちょっと太いからやりやすいなとか、さっき細かったから切れちゃったんだよとかさ、そういう楽しさが料理にはありますからってことで、はい、こんな感じで包みました。これを水から茹でていきます。大きなね寸胴鍋用意したんで茹でていくんですけど、約1時間も茹でます。根気よく茹でるんだけど、落とし蓋したりとかしてくる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 しないようにしてじっくり茹でていきます。はい、もうすぐ煮上がるんですけど、その前にいいですか、一つきなこミックスを作りたいんですが、今日はこれを使います。十勝きなこ。これね、角屋さんってところが出してるんですけどね、きな粉と砂糖とお塩入れればいいんじゃないか、そうじゃないんですよね。こういうお餅とか、あともち米、ちまきか、シンプルなこういう料理に関してはきな粉をね、結構溶けがそんなにない方が私はおすすめなんですよ。ちょっとザラザラするくらいがいいなと思ってて、風味がね残ってるからで、私がおすすめするきなこミックスの割合はきな粉対お砂糖は1対1がおすすめです。だいたいね、きなこ餅の時はきな粉対お砂糖が、2対1、きな粉の方が多い方がおすすめするんだけど、このちまきは砂糖が結構ちょっとシャリシャリしてるくらいが美味しいんですよね。なのでもうハーフ&ハーフでそれだけご注意ください。でお砂糖はまあちょっとかな、1つまみ、これくらいがちょっとね私のおすすめの割合なんですよね。ちょっとお砂糖多めな感じ、これを待機させておきます。じゃあ早速ちまきを揚げていきます。はい、1時間煮ました。茹でるっていうか煮たって感じですよね。もうね辛抱しましたから、もう笹のいい匂いがしますからってことで、早速もうさあ笹から出してもうきな粉を添えてみたんですけど、ちょっとこんな感じしましたもう早く食べたくてってことなんですけど、食べますね。ねえ、もうお子さんいる家庭はいなくても食べましょうよってことで、ほら見て、いい感じで火が通ってご飯じゃん。ご飯っていうかちまきなんですけどね、食べます。きな粉が、きな粉はね多ければ多い方がいいですから食べますね。これ食べたことない方いるかな。ご飯に笹の香りが移ってるんですよ。ほのかにね、ほのかに移って、これが美味しい。そしてこれとこのきなこミックス、きなこのねパウダーと合うことによってもう美味しいとしか言いませんけど、本当にね、砂糖はねこれ多い方がいいんだよね。1対1、そして塩は絶対入れてくださいね。もうね本当におすすめですから、今年は作るしかございません。そして保存なんだけど、冷蔵庫でそうですね2日から4日くらいまで持ちますが、その後風味がどんどん落ちていっちゃうから、ずっと食べないわって人は残念なんですけど、笹をね外して、そして一個一個ラップにくるんで冷凍してあげてください。1ヶ月くらいかな持つかなと思いますけど、笹さね外すの悲しいから早めに食べちゃいましょう。もしくは配っちゃおう、みんなお友達にねってことでね、皆さん思い思いの子供の日をお過ごしください。子供の日じゃなくても作ってみてねということで、今日は見てくださってありがとうございました。またね、バイバーイ。